皆さんこんにちは。今ですねベゼルに乗っているわけなんですけども、今年2025年のホンダさんで出るようなね発売されるその新しい車とかマイナーチェンジ予定とかにつきまして今年出るというふうになっていたかと思いますのがベゼルの RS です。で今回ですねこの RS につきましてちょっとまだね全然情報とかは出てないんですけども、やっぱベゼルに乗ってる一人として気にならないわけではないかと思いますので、ちょっとざっくばらんに雑談という形でしてみたいと思います。初代のベゼルですねにも RS の設定があったかと思います。でそちらを乗られている方も多分いらっしゃると思いますし、実際私も街で走っていて先代のベゼルだと思って近づいてみると後ろに RS バッジが貼ってあるっていうの結構見ますんで、やっぱりベゼルの RS って先代でも人気だったんだろうなというふうに思います。そういった意味でもねベゼルの RS に今回乗り換える予定、今例えばベゼルに乗ってる初代のベゼルもしくは2代目どっちかだと思うんですけども、だけども次の RS を狙ってるんだという方、あとはそのベゼル興味あるんだけども RS が出るなら RS にしたいなって思って待ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どんな感じの車になるのかなっていうのをねちょっといろいろ予想してみたいなとか考えてみたいなというふうに思うんですけど、まず1点目気になるところが RS といったら専用の足回りっていうところがあるのかなというふうに思います。フィット RS に関しましても専用足回りということで非常にですねしっかりとした足回りになっております。特に EHEV のフィット RS に関しましてはトルクが強くなってしまうと前にグン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 って進む力が強いので、それが前に進む力だけ使えればいいんですけど、やっぱグンと出ると普通車ってこう鼻先がブン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 持ち上がってしまうということになるらしいんですよね。なのでせっかく出たトルクも逃がしちゃう、上に逃がしちゃうってことになっちゃうらしいので、それをしないスポーティーに走れるために出たトルクを下に向かわせる、路面に這わせてグッといくような感じにするために足回りを強化してるんですよね。なので普通のフィットよりも足回りが硬くなっていて出たトルクを押さえつけて下に向けるような感じの足回りになっています。でそういったところもありますので、多分ベゼルの RS に関しましても、RS と出てくるからにはですね、そういった処理はされてくるのかなというふうに思っています。で実際やっぱりその足回りを強くしてしまうとどうしても車の乗り心地って硬くなりますので、それがどのぐらいのものになっているのかなってところも気になっています。でフィットの RS はね結構フィット4が乗り心地が優しい車に仕上がっています。多分フィット3よりもフィット4の方が乗り心地が優しいんですけども、それとのその差がすごい RS と普通のフィットの差がすごいっていうような乗り心地に実はなっておりまして、その RS の足回りになってからですね非常に硬めな乗り心地になりまして、結構路面の凹凸がね結構付き合い感も感じやすくなりました。ですので、そのコンフォートっていうところがちょっと離れてしまったかなと思うので、ベゼルの RS も足回りを変えてくるとは思うんですけども、その時にどのぐらい硬くなっちゃうのかなっていうのはちょっと気になっているところではあります。あと専用のねエクステリアっていうところもあるんですけども、海外のタイのところではすでにねベゼル RS っていう名前で出てて RS バッジもついてるものが出てるんですよね。グリルの部分がちょっと変わってるって形で、それ以外はそんなに大きく変わってないのかなというふうに思います。で一方でフィットの RS っていうのはもちろんそのグリルの部分が変わったんですけども、変わり方としては結構大きな変わり方だったかなと思いまして、やっぱりフィット4がすごく優しい顔をしていたのでいかついわけじゃないんですけど非常にこう押し出し感がちょっとだけ出たような感じにフィット RS はなっておりますよね。であれはあれですごくねかっこよくてスポーティーな風味が出たなというふうに思ったんですけども、この日本でベゼル RS 出てくる時にそのタイで出てた海外のものをそのまま持ってくるだけなのか、それともベゼルってすごく売れ筋ですし日本でも非常に力を入れて作ってる、ライバルも強力な SUV のミドルサイズということなので、もっと手こ入れして日本用のもっとこうかっこいい香りしてくるのかなとか、そのあたりっていうのもすごく気になっているところです。走りが変わるっていうのも大事ですけども、やはりパッと見のかっこよさとかってもすごく車って大事ですよね。やっぱ見た目で惚れて買うとか、見た目で惚れてまずはディーラーに行くってことがすごく多いと思いますので、やっぱそういうキャッチーなものであるかっていう感じ、できれば今発売しているこの現行のベゼルと結構変わったなっていうような感じになるとすごく面白いんじゃないかなというふうに思います。
インテリアもね専用になるんですけども、このインテリアどんな感じになるのかなってところも気になってます。おそらくその基本的には変わらないと思います。基本的にはこのダッシュボード、インパネ、そしてシフトの周りなどね造形とかは変わらないと思うんですけども、やっぱそこに使う素材であったりとか、色使い、色の組み合わせとかに関しては多分変えてくると思うんですよね。実際その例えば RS 今ホンダさんで出てるのはフィットとシビックかと思いますけれども、あと N1 ですねありますけども、いずれもノーマルのタイプからちょっとこう色味を変えて差し色みたいなのを、入れてくれてたりすると思います。でそれが一体何色になるのかなっていうのがちょっと気になってまして、確かシビック RS は赤が入っていたかなというふうに思います。フィット RS に関しましては、赤で来るのかなとか、もしくはそのフィットの3代目までは RS といったらオレンジでしたので、外見のボディカラーからは4代目のオレンジはなくなっちゃったんですけども、もしかしたら内装にオレンジ残してくるのかなとかっていうところもあったんですが、ちょっと結構意外だった黄色ですね。黄色を入れてきました。スポーティーな車の色のイメージっていろいろあるかと思うんですけど、多分赤、青、黄色っていうのがちょっとこう信号みたいな感じなんですけども、これが多分スポーツカーの色かなというふうに個人的には思ってまして、やっぱ赤とかってなるとシビックの色っぽいかなと思います。シビックタイプ R もありますし、あとシビックの RS も赤を使っています。で黄色に関しましてはフィットで使っているところもありますので、かぶせてくることはないのかなと思いますし、じゃあ青かなと思うんですけど、青はこのプレイにもね使ってしまっているので、多分ベゼルの中で使っちゃうとわけわからなくなるかなというふうにも思いますので、そう考えた時にじゃあ何色なんだろうなと。ちなみに海外は確か赤だったと思うので、普通に考えれば赤なのかなというふうに思うんですけども、そのあたりもすごくね気になるところではあります。であとやっぱ気になるのは価格帯ってところかと思います。普通はこういう例えば足回りを変えてくるとかエクステリアも変えてくるとかってなると、やっぱりそれだけお金かかってますので、多分いわゆる最上位グレードの価格になるのが普通なのかなというふうにも思ったりもします。ですので今であれば、プレイとかが価格で言うと上なんですけども、それよりも上に来るのか、もしくはプレイと同じぐらいに落ち着かせるのかってことで Z よりは高いんじゃないかなってところはねちょっと考えたりもするところなんですけども、ただ一点ですね、フィットの時を思い出してみますと、フィットっていうのは皆様ご存知の通り、タイプが分かれてまして、一番下ベーシックですけども、その後ホームとかクロスターとか、あとリュクスとかですね、そういった形でちょっといくつかタイプがあるんですよね。でそれぞれ価格帯も違いまして、その5つのタイプの中で一番高いのはリュクスなんですけども、本来であればその RS っていうのは足回りをリュクスよりも強化させてますんで、いろんな技術も部品も使ってると思うので、素人的に考えるとリュクスよりも高いのかなとか、もしくはリュクス同等ぐらいかなっていうふうに思っていたんですけど、蓋を開けてみましたらフィットの RS はその5つのタイプの中のちょうど真ん中だったんですよね。どちらかといったら安い方、思ったより安くてびっくりしたみたいな感じの価格帯の設定となっておりました。でその価格にしては非常にしっかりとね足回りも専用に作ってましたし、やっぱりノーマルのフィットとの走りの差もかなりすごかったので、この価格でいいのみたいな驚き、コスパの良さがすごい感じた一台だったんですよね。ですのでもしかしたらそのベゼルの RS に関しましても、本田さんが頑張って作った分ですね、みんなに多分味わってもらいたい、できれば多くの人に手に取ってもらいたいっていうことで、戦略的に価格をちょっと落として出してくるってこともあるのかなというふうにも思ったりします。ですので例えば、Z よりも上というよりは、Z 同等ぐらいとか、さすがに X よりは上だとは思うんですけども、そのあたりのねなんか戦略的な感じで、これぐらいで買えるならこっちにしようかなみたいなぐらいの価格を実は設定してくる可能性もあるかなというふうにフィットを見てると思いましたんで、そのあたりもすごく楽しみかなというふうに思います。できればねやっぱりせっかく出してくる RS でベゼル発売してからもう4年ぐらい経ってますけれども、もう一回ここでベゼルの人気を出す、ベゼルって名前を世の中にもう一回広めるっていう意味でもやっぱり RS の役割ってでかいと思いますので、やっぱり価格って今すごいねやっぱ大事ですので、価格は戦略的にしてもらえたらすごく嬉しいかなというふうに思っております。あと1点ですね、この価格の話に関係してなんですけども、以前ですね今年本田さんが出すと言ってる新型のプレリュードですね、あちらのプロトタイプの試乗会みたいなのがあったと思います。モータージャーナリストさんたちがね呼ばれていたものがもう YouTube に上がってると思うんですけども、プレリュードの試乗会の時になんか横にこっそりベゼルが置いてあって、なんかそのベゼルにもそのプレリュードから搭載される本田さんの新技術ハイブリッドシステムですねである S プラスシフトというねものすごいやつが
入ってたんですよね。でその試乗会ではモータージャーナリストさんたちに、こちらも乗ってみてくださいみたいな感じで、側はベゼルなんですけど中身はS プラスシフトになったものすごいベゼルに乗ってる映像を見た方もたくさんいらっしゃると思います。であれが RS に乗ってくるのかどうかってところ、以前ねその話もね動画でしたんですけども、コメントでは多分あれは乗せるためには完全にフルモデルチェンジじゃないと難しいと思いますよって話もあったんで、多分その可能性の方が高いんだと思います。あそこでベゼル見せてましたけども、その意図は分かりませんが、側は今のベゼルだったんで乗せられることはできるんだと思うんですけども、実際市販する時にはやっぱりフルモデルチェンジなのかなってところもあるんですが、もし万が一ですね、なんかすごい本田さんが頑張っちゃってよくわかんないけど今の RS に今のベゼルの RS になんか乗せてきちゃったとしたら、それはやっぱり新技術なので価格にも跳ね返ってくるだろうなと、その時にはやっぱりその先ほど言ったような例えばその戦略的な価格で安くしてほしいってことはちょっと難しいかなとは思うので、ちょっとね高めの価格にはなるのかなと思うんですけど、それはそれですごい面白いなと思いますし、モータージャーナリストさんたちはあの時乗れてましたけども、やっぱりあれ見てすごい楽しそうだなって。特にベゼルユーザーの方はどんなに変わってるんだろうってねすごいワクワクしたと思うんですけども、それが早めに出てきてくれるんであればそれはそれで嬉しいことかなというふうにも思ったりもします。ちなみにですね我が家もこの2代目になってから初期型もこの改良型も乗り継いできておりまして、もう非常にベゼルいい車だなってベゼルファンになっているわけなんですけれども、今年 RS が出たらじゃあ RS に乗り換えるのかっていうところなんですが、今現状私たち夫婦の間ではベゼル RS に乗り換えるという予定は今のところはないです。その理由としましてはですね、簡単に言ってしまうとプレイが好きだからっていうのがありまして、前期型でもプレイを選んでおりまして、後期型になる時に実はちょっと迷ったんですよ。前期型プレイに乗ってたんで、Z に今回しようかなとかって感じで Z にするつもりで最初に考えてたんですけども、プレイに変えたっていうぐらいやっぱりプレイが大好きなんですよね。やっぱりベゼルのこのプレイの内装のおしゃれさとか、あとパノラマルーフがついてる点とかね、やっぱそういうこういうおしゃれな差し色が入ってるっていうところがすごく好きなので、やっぱりこの点をちょっと手放すのはやっぱりちょっと難しいなっていうのが2人の間の相違ですので、ベゼルに関しては RS への乗り換えっていうのは現時点では考えていないです。フィットの時にはねフィット RS に乗り換えてみたんですよね。すごくフォームが好きで乗っておりまして、であの時もねホームに乗り換えるか RS に乗り換えるか非常に迷ったんですけれども、フィットのやっぱり RS っていうのはハッチバックで非常にね走りにも長けた車でありますよね。でフィットも4代目ということで非常に歴史のある車ですので、その中の RS っていうのはどんななのかなっていうのをちょっと味わってみたかったっていうのもあったので、あの時は RS を選んだんですけども、ベゼルに関しては RS 気になるところはあるんですが、やっぱりそれ以上にこのプレイが大好きっていうところがあるので、多分乗り換えはしないんじゃないかなと私たちは思ってはおります。ただですね、でもやっぱりこのベゼル2代目になってファンになってですね、改良型でも乗り換えてきた一人としてやっぱりベゼル RS っていうのが出た時にはすごく気になるなというふうに思っております。ということで今回はですね、今年2025年に発売予定ということで、ホンダさんの新車とかマイナーチェンジとか改良の中の一覧の一つに入っておりましたベゼル RS につきまして、実際ベゼルのユーザーとしてねいろいろ考えていること感じていることとかそのあたりをお話しいたしました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではベゼルの情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。